前回スージー&ザ・バンシーズの結成からセカンドアルバム Join Hands のリリースと同時にギターのジョン・マッケイとドラムのケニー・モリスが脱退したところまで話しました。ジョン・マッケイとケニー・モリスがスージーらと口論となり仕事を放棄したのは1979年9月7日ジョイン・ハンズの発売に伴うライブツアー2日目のことでした。この日のライブは急遽オープニングアクトを務めたザ・キュアのメンバーの協力を得てザ・ローズプレイヤーが演奏されました。これはバンシーズの初ライブで演奏されジョイン・ハンズにも収録された、即興演奏の要素が強い長尺の曲です。そしてスージーは客席に向けてジョンやケニーを見かけたらボロボロになるまで殴りつけてやればいいと言ったそうです。そこから数日間のライブはキャンセルになったようですが、スージー・スーとスティーブン・セベリンはバンドの歩みを止めることは良しとせず、代わりのドラマーとギタリストを探しツアーを続行しようとします。そんな中バンシーズのマネージャーはバッジーというドラマーに連絡を取りオーディションを受けるよう説得します。バッジーは本名をピーター・エドワード・クラークといい1957年生まれ、1970年代からリバプールに住み美術系の学校に通いながらザ・スピットファイヤーボーイズ、ビッグ・イン・ジャパンといったバンドに参加しました。そして1978年にロンドンのガールズパンクバンドザ・スリッツのドラマーが脱退したためサポートとして参加。そのままファーストアルバムカットの録音にも参加します。この辺りから彼のパンクからレゲエその他トライバルな要素の入ったドラムは注目を集めていたようです。彼はこのツアーに参加した後正式メンバーとなり結局1996年の解散までバンシーズのドラマーとして活躍します。バンシーズは同時にギタリストのオーディションも行いますがなかなか適任者は現れず結局はザ・キュアのロバート・スミスにサポートを頼むことにします。彼はザ・キュア、バンシーズのダブルヘッダーになりますが引き受けています。1979年9月18日からツアーは再開し10月15日まで続きました。ツアーが終了するとバンドを一から立て直すべくスティーブン・セベリンはドラムマシンとシンセサイザーを購入してデモテープを作り始めます。スティーブン・セベリンはこの時バンシーズはスージーとの2人組ユニットでも良いかと思っていたそうです。しかしスージーの思惑は違っていて正式メンバーになってもらうべくバッジーを説得したんですね。ちなみにスージーもこの時期にボックスの青いティアドロップ型のギターを入手して自らギターを弾いて曲を作ることを始めています。かくしてスージー&ザ・バンシーズはスージー・スー、スティーブン・セベリン、バッジーの3人で再出発することになりました。ギタリストは決まっていませんでしたがおそらくは1980年の初め頃スティーブンはテレビでマガジンが演奏しているのを見かけます。それでそのギタリストと一緒にやってみたいと思いジョン・マッキヨークに連絡を取るんですね。マガジンについてはちょっと前に動画を上げているのでそちらも合わせて見てもらえると嬉しいです。ジョン・マッキヨークはこの頃からリサージに参加したりジェネレーション X のレコーディングに参加しマガジン以外での活動も目立ってきていた時期でした。そうした課外活動の一つとしてバンシーズのレコーディングセッションに参加したのかもしれません。彼は1980年3月あたりからのライブにもサポートメンバーとして参加しています。1980年3月に新生スージー&ザ・バンシーズのシングルハッピーハウスがリリース。この曲はバッジーの跳ねるようなドラム、ジョン・マッキヨークの浮遊感を感じるギター、そして何よりこれまでになく親しみやすい感じのするスージーのボーカルとこれまでとは全く違った印象です。続いて1980年5月にシングルクリスティーンをリリース。シンプルでありながらカラフルなイメージの曲でこの2曲のシングルはバンシーズが新たな面を見せて復活したことを印象づけたとともに彼らの代表曲になりました。そして1980年8月にサードアルバムカレイドスコープをリリース。プロデュースはジョン・マギヨークの進言によりザ・ポリスのプロデュースをしていたナイジェル・グレイが起用され
ギターはジョン・マッギオークの他に元セックスピストルズのスティーブ・ジョーンズが参加しました。1曲目ハッピーハウス。シングルとなったこの曲はポップな感じではありますが、メロディーはちょっと寂しげで、歌詞も皮肉たっぷりに偽りの楽しい家を歌っています。バンシーズにおけるジョン・マッギオークのギターはアルペジオの音使いがとても印象に残るのですが、バンシーズとの最初の仕事であるこの曲ですでにその特色が出ています。またバッジーのドラムは前任のケニー・モリスと同じくタムを多用するものですが、自然に体が動くような軽やかさや表現力の幅広さを感じます。2曲目テナント。ミニマルなビートの上に効果音的なギターやノイズが乗る実験的な曲。ライナーによると45分に及ぶジャムセッションを編集して仕上げた曲だということで、こうしたコラージュ的な作り方はこのアルバムから出てきたバンシーズの新しい一面です。3曲目トロフィーはマイナー調のかっこいい感じの曲です。従来的なロックのビートを持っているようでいて、どこか不穏な感じがしますが、おそらくはドローン的なベースラインがそう聞こえさせているのかなと思います。4曲目ハイブリッド。ささくれだったようなギターやドラムのパターンなど、ファーストセカンドの頃のバンシーズを思わせる曲ですが、以前のような一辺倒な演奏ではなく、表情豊かな演奏になっていますね。5曲目クロックフェイス。スージーのウォーウォーという歌詞のない歌をフィーチャーした短い曲です。この曲ではスティーブ・ジョーンズがギターを弾いていますね。6曲目ルナー・キャメル。リズムマシーンとシンセを使ったエレクトロポップな曲。これはスティーブンが一人で作っていたデモから大きく変えず仕上げているみたいですね。タイトルは直訳すると月のラクダ。中東などの砂漠のイメージと宇宙的なイメージが重なるほの暗くも幻想的な曲です。アナログ版ではここからが B 面の7曲目クリスティーン。この曲は22もの人格を持ったと言われる実在の多重人格者クリスティーン・サイズモアをモチーフにしていて、そのコロコロと変わる性格や表情をカレイドスコープスタイルと表現しています。サウンドは不吉な感じのするミニマルなリズム体とかき鳴らされるアコースティックギターが印象的で、シンプルな演奏にもかかわらずカラフルな印象を受けます。8曲目デザートキス。こちらも砂漠をイメージした曲ですが、バンドサウンドでダイナミズムのある演奏です。モジュレーションのかかったうねるサウンド、シンセストリングスやコーラスなどサウンドも重層的でドラマチック、とてもメロディアスで情感のあふれる曲です。9曲目レッドライト。こちらもまたリズムマシーンとシンセを使ったエレクトロポップです。おそらくエロチックな写真を撮影している様を描写した歌詞、そこにある種の醜悪さや滑稽さを皮肉った歌だと思います。エレクトロなアレンジであるにもかかわらず、ライブでよく演奏された定番曲だったりもします。10曲目パラダイスプレイス。この歌詞は治療費が安いことで知られた実在の整形医院をモチーフにしているそうで、私の顔をじっくり見てごらん、私の目ちゃんとしたところについているというある種のブラックユーモア的表現で歌われています。サウンドはうねるようなギターサウンドのサイケデリックなものですが、このギターを弾いているのは意外にもスティーブ・ジョーンズだそうです。しかしこの曲、ジョン・マッキオークがギターを弾いているライブバージョンの方がよりかっこいいんですよね。しかしオフィシャルではジョン・マッキオーク時代のライブ版が出ていないのが本当に惜しいです。11曲目スキン。ラストのこの曲はアルバムの中で一番アップテンポで激しい印象の曲。歌詞は毛皮のコートなどを機器として身につける女性を皮肉った内容。スージー自身が非常にさまざまなファッション、いろいろな服装をする人なので、動物愛護とかを本気で訴えた歌ではないと思うのですが、世の中にある矛盾とか思慮の浅さに苛立っている感じはします。バンシーズの曲全体の中でも特に攻撃的な印象の強い曲です。
このカレイドスコープは1980年8月にリリースされ、イギリスのチャートで最高5位、バンシーズのすべてのアルバムの中で一番売れた作品となりました。さまざまなテーマのさまざまな表現の曲が収録されており、まさにカレイドスコープ、万華鏡のようにカラフルでバラエティに富んだ作品集になっており、バンドのいろいろな可能性が見える、前作までの行き詰まるような暗さから解放されたような印象を受けます。しかし逆に言えば、アルバムとしてはまとまりのない過渡期の作品とも取れて、そこは評価の分かれるところです。カレイドスコープリリース後、バンシーズは再びツアーに出ます。そのツアーの合間に録音されたシングルイスラエルが1980年11月にリリースされます。タイトルから宗教的なことを歌っていると思われがちですが、スージーはもっと普遍的なことを歌っていると言っています。独特のリズムとギターリフ、そして30人の合唱隊の声が足されていて、荘厳なイメージの曲になっています。チャートでは最高41位と大ヒットとはいきませんでしたが、ライブでかなり高い頻度で演奏される定番曲となり、彼らの代表曲の一つとなりました。ちなみにこのシングルからジョン・マッキオクは正式メンバーになったようです。1981年、年が明けて2月からまたバンシーズはツアーに出ます。そのツアーでは次のアルバムに収録される新曲が披露されました。ツアーが終わると1ヶ月ほどかけてレコーディングが行われます。プロデューサーは前作に引き続きナイジェル・グレイが担当しました。先行シングルとして1981年5月にスペルバウンドをリリース。続けて6月に4枚目のアルバムジュジュがリリースされます。1曲目スペルバウンド。先行シングルとしてリリースされたこの曲、スージー&ザ・バンシーズの代表曲と聞かれて筆頭に上がるのがこの曲でしょうね。ジョン・マッギオークの独特なアルペジオとかき鳴らされるアコギ、そしてパワフルなリズム体、この冒頭を聞いただけでもバンドとしてのまとまり、充実度が感じられると思います。その上でスージーが歌うのは、私たちは生まれた時からがんじがらめに縛られて自由が利かないということ、それを呪縛、呪いといったオカルトチックなイメージを絡めて歌っています。2曲目 Into the Light。 どこか非西洋的なリズムパターンに乗せ、光の中へとスージーは歌います。この歌は素直に前向きな感情を歌っていると取っていいかなと思います。ジョン・マキオークによるまるで泣いてるかのようなギターのフレーズが素晴らしいですね。3曲目アラビアンナイツ。スペルバウンドについてシングルカットされた曲。中東の抑圧された女性について歌ったという歌詞。サウンドも非常にエスニックなイメージを描いていて、怪しくほの暗い印象ですが、不思議とキャッチーな曲です。4曲目ハロウィン。アルバム中最もスピード感のある曲で、ここでも悲鳴のようなサウンドや独特のアルペジオを奏でるジョン・マッキオークのギターが素晴らしいです。そしてドラムはここでも非西洋的なエスニックな雰囲気を醸し出します。歌詞はハロウィンをテーマにトリック・オア・トリートと繰り返しますが、その裏にある静かな狂気のようなものを表現しているようです。5曲目モニター。ガリガリに歪んだギターリフから始まり、ドラムは裏打ちハイハットが入った意外にファンキーなリズムパターン。歌詞は監視社会で起こる悲劇を描いているようです。バンシーズの曲の中でも特にラウドでハードな印象を受ける曲です。アナログ版ではここからが B 面にあたる6曲目ナイトシフト。この曲の歌詞は1975年から1980年にかけてイギリスで起きた連続殺人事件をモチーフにしていて、ピーター・サトクリフという男がいわゆる夜のお仕事の女性を中心に13人もの人を殺害した事件で、この曲は彼が逮捕される少し前に書かれました。スローで非常に陰鬱な雰囲気の曲で、
ジョン・マッキーオークのフィードバックを多用したギタープレイが恐怖感を煽ります。ダークであると一般的に思われているスージー&ザ・バンシーズの曲の中でも特に、暗く不気味さを感じる曲だと思います。7曲目 Sing in My Heart はゆっくりなテンポから徐々にスピードアップしていく曲で、スージーの歌う歌詞は私の中に罪があるというキリスト教の現在意識に根ざしたもので、イントロとエンディングにはガラスの割れる音が入り、痛々しい印象を残します。8曲目ヘッドカット、アップテンポだけどミニマルでドロドロとした不気味な印象の演奏。美しい最高の部分である首を切断して自分のアパートに持ち帰るという猟奇的な歌詞は新藤兼人監督の映画お庭バーからインスピレーションを得たものだそう。こういったことからも彼らが幅広いさまざまな国の文化に関心を持ちインプットしていたことがわかります。だからこそゴシックという限られた範囲で語られるのを嫌ったのだと思います。9曲目アルバム最後の曲はブードゥードーリー。アフリカ大陸起源の信仰ブードゥー教をモチーフに呪いやオカルト的イメージを前面に出した曲。静かに始まりドラムが入り徐々にスピードアップしていく。まるでアフリカの民族音楽、宗教の儀式の音楽をイメージさせます。ギターの演奏はフィードバック音、モジュレーション、ディレイを駆使したトリッキーなもので狂気的な世界を描き出しています。このプレイが本当にやばいですね。ダークでオカルトチックでエスニック、そしてテンションの高い振り切った演奏、スージー&ザ・バンシーズの裏代表曲、いや一番の代表曲と言っていいかもと自分は思っています。ジュジュは1981年6月にリリースされ、イギリスのチャート最高7位。前作より少し落ちましたが、ほぼ同じぐらいの商業的成功を収めたようです。後年の評価では圧倒的にこのジュジュをバンシーズの最高傑作とする声が多く、自分もそれに同意します。なんせこのメンバーになってライブの回数を相当こなした後でのレコーディングだったので、バンドとしてのまとまりと勢いがそれまでとは全然違うように聞こえます。バッジーのアフリカ方面の民族音楽を思わせるトライバルなドラム、ジョン・マギオークのさまざまなアイデアにあふれたキレキレのギター、それが最もストレートに堪能できるのがこのアルバムだと思います。ちなみにジュジュのレコーディング中にスージーとバッジーによるユニットザ・クリーチャーズが結成されますが、それはまた別の機会にお話ししたいと思います。ジュジュがリリースされた1981年6月から彼らは再びライブツアーを再開。スティーブ・セベリンによれば81年という年はアルバムのレコーディングの1ヶ月を除けばほぼ全部ライブに費やしたとのことです。明けて1982年もライブをこなしつつ5月にシングル Fireworks をリリース。ストリングスを加えたアレンジで新機軸を打ち出しています。しかしその後82年6月あたりスカンジナビアツアー中にスージーは喉の痛みを訴え、一時は歌手生命も危ういと伝えられたようですが、ほどなく復活しています。しかしそれ以降、特徴的なひっくり返るような発声や激しいシャウトは聞かれなくなったように思います。次のアルバムあたりからソフトな歌い方が増えていったんですよね。バンシーズは1982年7月から8月にレコーディングを行い、11月に5枚目のアルバム Kiss in the Dream House をリリースします。1曲目カスケード、リバーブのかかった揺らめくようなサウンドに乗って官能的な性愛の世界が歌われます。スピード感のある曲ですが、ソリッドなバンドサウンドではなく、さまざまな色の絵の具がぶちまけられた上をゴムボールが弾むようなサウンド。前作ジュジュとは全く違う世界観が予感されるオープニング曲です。2曲目グリーンフィンガーズ、イントロの軽快なドラムに乗って吹かれるリコーダーの音色、浮遊して上昇していくようなサウンドとメロディー、花、魔法、不思議の国とファンタジックな歌詞の世界観、
この曲はバンシーズ流サイケデリックポップの傑作だと思います。個人的にもとても好きな曲ですね。3曲目、オブセッション。静かに忍び寄るようなバスドラムのリズム、スージーの吐息と鐘の音がバックでずっと鳴っています。歌詞は抜き差しならない緊張感のある男女の関係を歌っているようです。4曲目、シーズ・ア・カーニバル。打って変わってアッパーで能天気な感じのノリノリのナンバー。曲の後半はどこかユーモラスでいてやけくそな感じのオルガンのソロで終わります。5曲目、サークル。歌詞は16歳の女の子が抜け出せない円に取り込まれてぐるぐる回り続けるという、スージーの書く歌詞ではよくモチーフになる自分ではコントロールできないがんじがらめの人生というもの。テープの逆回転のループが繰り返され、そこにコラージュ的にさまざまな音が重なっていきます。この永遠と繰り返されるループが歌詞の内容と相乗効果を上げています。サウンドは非常にサイケデリック感が強いものです。アナログ版ではここからが B 面の6曲目、メルト。8分の6拍子のゆったりとしたリズムにマイナー調の短美なメロディーが乗ります。歌詞は恋人よ溶けてという官能的なもの。この曲、ファンの間では人気が高く評価も高い曲なんですが、個人的にはちょっと苦手な曲です。イントロのマンドリンのようなギターにしても、メロディーやスージーのコーラスにしても、どうしても演歌のように聞こえてしまうんですよね。7曲目、ペインテッドバードの歌詞はジャージ・コジンスキーの同名の小説からインスピレーションを得て書かれているそうです。アルバムの中では比較的ストレートなアレンジがなされている曲ですが、バンシーズらしい緊迫感と悲哀を感じます。8曲目、コクーンはジャズ風の4ビートのアレンジ。調子一発れのピアノはジョン・マキオクが弾いているようです。歌詞は眉の中に引きこもって自分の内面を見つめる引きこもりの歌ですね。9曲目、スローダイブ。ミニマルなドラムとスティーブ・セベリンの6弦ベースによるビート、そこにストリングスとギターが怪しげに絡みます。死と陰微なイメージを結びつけたような歌詞は、このアルバム全体から感じるほの暗さと官能的な部分を象徴しているようです。しかしこの曲、意外と盛り上がらないまま淡々とフェードアウトしていき、アルバムは終了します。Kiss in the Dream House は1982年11月にリリースされ、イギリスのチャート最高11位と前作ほどではないにせよ成功を収めます。評論家などからの評価も高かったようで、サウンドの多彩さ、芸術性の高さなど、または60年代サイケデリックロックの80年代解釈という観点からも評価に値する作品として受け入れられたようです。個人的にもこのカラフルで実験的なサウンドは大好きなんですが、アルバムとしてはちょっと物足りない感じを受けてしまいます。正直最後の曲、スローダイブがフェードアウトしていった時、これで終わり？って思ってしまいました。何かもう一曲目玉になるような曲が入っていたらな、そしたら一番好きなアルバムになっていたかもしれない。個人的にはちょっと惜しいなと思ってしまう作品です。Kiss in the Dream House リリースに伴うライブツアーは1982年10月から始まりますが、その最初、スペイン・マドリードの公演でジョン・マキオークはそれまででは考えられないような演奏のミスを連発します。彼は過密なスケジュールのストレスからかアルコール依存症となり、それが悪化。帰国後入院し、神経衰弱と診断されました。スージーとスティーブンはそれを聞いて、かなり早い段階でジョン・マキオークを解雇することを決めたと言います。この話を聞いて自分は、スージーとスティーブンはとても厳しいな、ちょっと冷たいんじゃないかと感じたものですが、今回動画を作るにあたっていろいろ調べているうちに気づいたことがあります。それはスージーの父親はアルコール依存症で、彼女が14歳の時に亡くなっているんですね。
お父さんはもともと学者だったそうですが、アルコール依存で職を失い、彼女の子供時代の家庭環境は良くない状況だったようです。しかしスージーは本が好きで、知的な父親を尊敬していたと言います。そういった父親を見て育った経験上、アルコール依存症はちゃんと治療しなければダメだという思いがスージーにはあったのではと思います。これは自分の想像がかなり入っているので実際のところは分かりませんが、即座に解雇したという理由が腑に落ちた気はします。さて、またしてもツアーが始まったというところでメンバーが脱退してしまったバンシーズ。このピンチをどう切り抜けていくのでしょうか。次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。